それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。先日アンケートいただきました。今年中に起こること、年始までに向けて今手放すといいことについて見ていきます。今回はシンプル占い8択で行っていきます。よろしくお願いします。では1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。タロットカード、今回は1種類のみ使ってリーディングしていきます。軽く切って今回はスプレッド展開で見ていきます。もうサクサクと見ていきましょう。はい、それではめくっていきます。画角に入るようにやっていきましょう。はい。シンプル占いということで、カードもシンプルなものを持ってきています。いいですね、シンプルで。かわいい。ちょっと今日ピンク尽くしになりそうな予感もしますが、見ていきましょう。これで入ると、縦がね、入るといいなっていう感じなんですが、そうですね、今現在一時休止のカードが入っています。なのでご自身で今お疲れモードっていうのが出てきてるんじゃないかなと思います。動けないというよりは動きたくないとの方が気持ちが強いのかなと思います。頑張ってきた、周りに足並みを揃えて協力し合いながらやってきたんだけど、なかなか結果が出なかったのか、自分の中で実感がなかったのか、今ちょっとモチベーションが下がっているような状態で、なるべく動きたくない、動かない方がいいんじゃないかっていうふうに考えているような感じがします。で、ご自身の中ではこの後どうなっていくのかとか、本当のお気持ちってところを見ていくと、これ2パターンあって、一つは好きなお相手と同じ道を歩んでいきたい、交際していきたいっていう風に恋愛として今ご覧になっている方と、あとそうではなくて今自分の世界を作り上げていきたい、それは仕事を立ち上げるっていう方もいますでしょうし、自分の趣味とか生き方とかについて考えている方もいると思います。生活のこと、そのことに対して主導権を握っていきたい、自分の世界を作り上げていきたいというふうに感じている、動きたいっていうことですね。あなたの本心っていうところを見ていくと、割とこうきちっとしたような感じで入ってきてるので、正していきたいというか、自分がリーダーシップをとってリードしていきたい、作り上げていきたい、そこに恋愛要素を入れるんだったら、お相手と足並みを揃えて2人で過ごしていきたいっていうところが出てきている。これがあなたの今の心の中っていうのがあるので、それに対して現状動いていない、自分がね、あえて動かないようにしてるのかなっていうところが出てきてるんです。なので心と今の現状と少しギャップが出てきている感じもするし、あえて動かないように意図的にあなたがしているような気がします。なぜかというと、そうですね、なんか仲良くなるのが今ちょっと怖いというか、あまり期待できていないとか、恋愛で見るんだったら仲良くやっていけないとかね、もう無理なんじゃないかなっていうふうに考えていたり、または体調を崩されているって方もいるかもしれないんですけど、でも取り組んできたことに対しての結果がなかったからとか、ついてこないものがあったから今ちょっとストップさせて様子見てるとか、なんか意図的にあなたが動かないんじゃないかなっていう感じがするんですね。エネルギーを貯めてるというより、タイミングを見ている方もいるかもしれないけど、自分がリーダーとして先頭を切っていくための気を伺っている方もいるかもね。タイミングを見ているというか、そんな感じであえて自分で動かないっていう感じで入ってきています。その方がいいんじゃないかと。もしくは結果がついてこなかったから、もうあまり周りの人を信用できないぐらいまで今なっていて、
だから自分で一人で頑張っていかなきゃ、もう自分一人で何とかすればいいやってところまでやられてる方もいるかもしれないですね。今ストップ状態っていうのが出てきています。でもこれから先っていうのはやはり人とのご縁とかつながりとかっていうのをやはり改めて大切だなっていうふうに感じることができるでしょうし、やっぱりここね、一番さんはご縁っていうところがこれからやってくるので、年末今年中に起こることとしてやっぱりご縁を感じられるようなこと、恋愛関係っていう感じもするんですよね。お相手との仲を深めることだったりとか、改めてお互いの存在を大切だって感じ合えるようなことが訪れたりとかっていうのも出てくると思います。今止まっていることがまた動き出す、改めて感じることによって動き出すんじゃないかなっていうのも出てきています。そして周りの環境としてもすごくいいんですね。ここね、入ってきています。なので周りからもたらされるものっていうのがとても多くあります。あなたが受け取る番ですよっていうのがあるんですね。今のお気持ちとしては自分で動いていかなきゃいけないのかなとか、受け取るんじゃなくて自分が与える側としているべきなのかなっていうお気持ちが出てはいるんですが、最終的にあなたは受け取る側として、出てきています。もちろんあなたが与えることもたくさんあるでしょう。ですがそれ以上に受け取るものがとても素晴らしいもの入ってきています。それはそうですね、恋愛でなかったらお仕事の中のインスピレーションだったりひらめきっていうのが訪れて、アイディアとかがね訪れて、そこで画期的にあなたが動いていこう、働きかけていこうっていうお気持ちになったりとか、今以上に育んでいこうっていうところで出てきています。ただし恋愛関係っていう味が強いかなって思っています。また手を取り合ってやっていきたいって思えたりとか、一度ストップしていたこと、チャンスが訪れてお相手と一緒にまた歩んでいこうとか、もっと仲を深めていこうとか、ご縁を感じられるような流れが出てきています。じゃああなたが手放すことって何なのかって言ったら2つあります。1つはあなたが今の環境において環境のせいにしないってことです。何々のせいとか自分のせいとか誰かのせいとか自分のせいにすることをしない、それをもうやめる、スパッとやめましょうっていうのが出てきてるのと、あともう一つは理性じゃなくて本能、感情の通りに動いてもいいんじゃないかなっていうのも出てきています。なのでこの2つですね、自分が動かないのは誰々のせいとか〇〇がこうしてるからとかね、たらればっていうところを今切り捨てていくところです。あとは素直に感情を見せていくこともいいでしょう。あまり気を張らなくてもいいよっていうのが出てきています。そしてアドバイスとして一つ大切なことは、どんな環境にあっても自分たちがとか自分や自分の周り、環境、そして人とのご縁、コミュニケーションってことについて、あなたがこれから育んでいくことや大切に感じることもあります。そこを強く感じてくださいと出てきていました。やはりつながり、ご縁ですね、人脈とかチャンスがやってくるので、そこに対してもうありがたく引き受けて感謝の気持ちを述べていきながら、自分で今度は育んでいきましょう。受け取った後は育んでいくことに集中していきましょうっていうことですね。あまりちょっとねガードが硬いような感じもするので、今ちょっと硬い鎧を脱ぎ捨てて少し柔軟性を取り入れていくといいのかなと思いました。あえて動かないところが周りからもたらされることで動いてくるような流れになっていくので、そのまま受け取っていきましょう。改めて感じると思います。はい、ということでアドバイスカードです。後悔しない選択には事態を受け入れ考え抜くことが必要です。流されるだけで考えない人に成長はありません。この2枚をいただいていきます。周りに流されないでください。流されちゃうとか曖昧なままで終わってるってところに対しては、そこはもうあなたの中では必要ないので手放していきましょう。そして後悔しないためにも今の現状を受け入れて、そこでより良い選択をしていくことも必要になってきます。そうですね、なので
いかに自分が後悔しないのかっていうことを優先させて物事を決めていってもいいでしょう。じっくりと時間かけて考えても大丈夫。年末までに訪れること受け取ってからそこから決めてもいいので、今動かないようなことがこれから動いていくような流れになるでしょう。諦めないでくださいね。はい、何かのせいにはしない。自分のせいにもしないでください。あまり自分を追い込みすぎることなく、ゆったりと過ごしてください。そしてお選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。不安なものから今自分自身を解放させていきましょう。はい、今あなたを不安にさせているものは何でしょうか。ネガティブな思いを手放すためにも、今自分の心を一回見てみて、もうなんかね、こうギュッと詰まってるような苦しい思いとかっていうところをもう手放して自分自身を解放させてあげてください。苦しめているのは自分自身の心かもしれません。自分で自分の心を縛り付けているところもあったかもしれませんね。何かのせいにして逃げていたり、誰かのせいにして自分が動かなくなっていたりしていたかもしれません。そこから今抜け出す、手放すのはそこです。そして受け取るものについても今お伝えしましたのでお受け取りください。今回はシンプル8択占い、スプレッド展開で今年中に起こること、また年末までに今手放すといいことについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、前回アンケートいただきました一番投票数の多かった今年中に起こること、年始までに向けて今手放すことについてシンプルに見ていきます。今回は8択サクサク占いです。では2番をお選びいただいた方よろしくお願いします。スプレッドを使って見ていきます。ではめくっていきます。画角に入るように少しカードを調整しますね。2番をお選びいただいた方、対人関係で今ストレスを抱えていますか？誰かに何かを言われたり逆に言っていたりっていうところでやり取りっていうのが見えています。その中で傷つけ合ったり傷ついたり、あなたが傷ついたり悲しみを感じてるってところがドンと出てきているので、あなたの中でもどこまで自分の意見を主張していいのかっていうところで今考えているところがあるんじゃないかなっていうのが出てきています。今の現状、今お話ししていますね。サクッといくので、自分の正義っていうのをちゃんと持ってるんだけど、果たしてそれはみんなの正義と共通しているのかどうかっていうところで、周りから言われることもあるでしょうし、でも周りから言われると逆に防御反応って出てきませんか？防衛反応っていうんですか？出てきませんか？そこで自分の正義っていうので盾にしているところがあるんじゃないかと思うんです。あなたのことについて
あなたに対してね何かを言ってくるような人だったり、または周りで揉め事がある対人関係で今複雑な感じ、対立っていうのが出てきてるので、そこであなたが心を痛めてるっていうのがあるんですね。今の現状です。なので周りに対しても警戒心を強く持っている姿が出てきているんですよね。かなりこの言葉のやり取りとか SNS 上での関係性っていうところだったりとかっていうのもあります。どこまで自分の正義っていうのを貫いていっていいのかとか、周りとのバランスってことも考えているし、で自分で正しいと思ってやったらそれが逆に食い打たれるようなことになることもあるし、どっちなんだろう、どうすればいいんだろうっていうふうに思う。ですごく怖くて、誰かに何か批判されたりとかね、違うんじゃないって、どうなのとかどうなってるのって言われると、余計なんかこう心を守ろうと思ってすごく傷つきやすい方っていうのがあるので、だからこう自分の正義を盾にして自分はこう思ってるとか、これはみんなこう言ってるけどこうなんじゃないっていうことをあえて主張したりとか、それってでも巡り巡って自分を守ることにつながってるんじゃないかな。今自分を守ることっていうことであなたが鎧をまとってるというか、言葉の鎧、自分の正義を鎧にして自分を守っている、繊細な自分の心を守っているように感じました。年末までに起こることとして2番さんの場合はやっぱり対人関係の、そうですね、対立っていうところが出てくるので、そうですね、このあたりっていうのはってなるかもしれませんね。今これを聞いていてもってなるかもしれません。もうすでに痛いよって、心痛いよっていう風に感じてらっしゃる方多いと思うんですよね。でもその中でも周りと分かり合っていきたいとか、なんとかね理解しようってあなたの方も頑張っているところあるんですよ。はい、では行きましょう。年末までに手放すこと、新しい年明けに向けて今何を手放していけばいいのかっていうのをもうお伝えしていきます。ズバリいくわよということで、今あなたの悲しみ、誰かから攻撃を受けた心の傷、言葉で多分言われたことあるんじゃないんですかね。何か深く傷ついたことが最近あるとか、今その悲しみから抜け出す時です。刺されたナイフ、もしくは打たれた杭、を感じる方はそれ抜いていきましょう。誰でもない、自分で抜くしかない。だけど周りの人ってあなたを愛してくれてる人がいるので、だから多分この人はすごく敵対してるけど、だけどこの人は自分にとって信頼できる人みたいな形で分かれてると思うんですね。あなたが今目を向けるのは目の前の敵ではなくて、あなたを守ってくれたり愛してくれたり優しくしてくれる人だけを見ていればいい、今はねっていう風に出てきています。今そのガチガチに鎧で固めていて、自分を守るためにね鎧をまとってるんです。あなたは誰に何言われてもこれこうだよねって理論で反論したりとか、それは自分を守るためです。本当は繊細なデリケートで、そして真面目な心を持っている。真面目だからゆえに許せないこともあるし、言われて納得できないこともあるから、ついついこうね鎧で身にまとって同じように攻撃しちゃうんですよね。口論になる感じかな。言われたら言い返すのような、そんなね繰り返しがなってるような気がするので、でもそれは結局相手を傷つけることにもなりかねないし、まず自分自身を傷つけてることになってるんですよね。自分を守ってるようで自分を傷つけてるような気がするんです。なので今手放すことっていうのは、言われたことに対して同じようにやり返すのをやめましょうということです。そしてその方がもうあんまり相手にしないこと、何か言われるような存在があったりとか揉め事があっても深く入っていかないこと、そうなんだねぐらいにして終わっておきましょう。そこに目を向けすぎないことっていうのがアドバイスです。あんまりねそこばかりに集中しちゃうと、ずっとねこうエゴサするみたいな感じでそこばかり検索かけちゃったりとか見ちゃったりとか集中しちゃって他が目に入らなくなっちゃうので、もったいないっていうのが出てるんですよね。あなたにはもっと素晴らしいことがこれから訪れるから、そっちの方に目を向けて、グルメなことが訪れるよって出てきてるんです。好きな人とのデートだったり、仲間との食事会だったり、家族や親戚付き合いだったり、
あなたのことを大切に思ってくれてる人たちがいるから、だし、そのような出来事もあるから、自分って愛されてるんだなっていう風に実感できることもあるし、仲間友達がいればそれがいいのよ。あなたのことをいいって言ってる人がいるから、それでいいんだっていう風にね、万人に受けようとしなくてもいい。だけどあなたを攻撃してくれるような人とか、会社の付き合いとかね、そういうことに相手いちいちしなくていいよって、それを今手放そうって出てます。鎧を脱ぎ捨てていくとかじゃなくて、それはね無理しちゃうから、今すぐね鎧を脱ぎ捨てろっていうわけじゃないの。まずは相手にしないってことね、そして言われても言い返さない、そこだけ、そこだけよ。それをやっとけば、自分の中で正義は持っといていいのね。自分はこう思ってるんだって心の中で思っててもいいんだけど、それを絶対に SNS とか言葉とかで発しないこと。すべて発してしまうと逆に燃え上がっていってしまうから、相手にしないっていうのが今手放すことです。必ず豊かさを受け取りましょう。あなたに今必要なのは、今手放すものを手放して相手にしないことだけ、ここだけシンプルに手放してください。で、自分の正義は持っていてもいいし、まだね傷ついた心、痛みとかってトゲを抜いていくまで時間かかると思うから、今すぐ全部抜けって言わない、そんな無理なことは言わないから、相手にしなければあとは自然とおのずと自分の心がもっと豊かになっていくので、今少しね傷つくことを恐れているっていうのが出てきています。守ることに一生懸命なんだよね。ここを相手にしなければ、あなたはもっとよりよく自分らしくいられるから、っていうことで出てきていました。ではアドバイスカードもらっていきましょう。はい、目の前にあることに最善を尽くしていますか？物事を見かけだけで判断していませんか？という2つの、文章が出てきています。メッセージですね。まず目の前にあること、今あなたの目の前に映ってることって結構マイナスなことだったりとか、対人関係のことだったりとか、あなたを傷つけるようなことにしか今目が向いていないような感じがするんです。なんとかねそこに寄り添っていこうっていうようなあなたのお気持ち、姿勢っていうのも見えるんですけど、無理して付き合わなくていいし、そしてそこに対してねあまり気を取られなくていいよって出てきています。ここがね結構目立ってるんですよ。やっぱり自分の心をぐさぐさ刺してくるものって痛いから目立つんですよね。でそっちの方に集中しちゃうと、その他のことが色あせて見えちゃって、今このトゲしか目に入ってないような状態なので、そこからまず抜けるためにも相手にしない、そして目の前のこと、今あなたの目の前ってこういうね剣しか見えていないので、だから今目の前のことに対してあれしようこれしようとかって考えなくていいです。ただ何も考えない、相手にしない、見ないようにする、もう調べない、何も見ないっていう感じでやっていくと、時間とともに薄れていくので、だんだんと気にしなくなっていきます。なかなか難しいですよね。人から言われることってやっぱり残っちゃうから、心の傷として。ある日ふと思い出してまた検索したりとか見ちゃったりとか、また何か言われるたびにね、向こうが勝手に言ってくることだからさ、自分から望まなくても言われると受け止めるしかないから、やっぱりぐさってくるものもありますよね。相手にしないって難しいなと思うんですけど、でもあえてね何も言わない、言い返さないって、私大人って、それが大人よっていう風に思っておいてください。何もかもね正義の剣を振りかざすことばかりが大人じゃないからね。賢いとか賢くないとかそういうことじゃなくて、何もしない、平穏な波、それを、常に心の中に意識しておくだけでいいと思います。その方がね、私の方が大人なんだって、向こうがギャーギャー言ってるだけで、あ、そうなんだってぐらいで軽く受け流しておきましょう。そう、みんな見かけだけであなたのことを言ってるだけで、本当にあなたの魅力を分かってくれる人、仲間、存在っていうのがいるから、そこに目を向けて、そことだけ今は関係性を育んでおきましょう。
少ないかもしれないし、小さな世界かもしれないけど、いいんです。それでそんな万人に受けようとしなくても大丈夫だからねっていうのが出てきています。はい、大丈夫ですよ。少しずつやっていきましょう。まずね、今できることはここです。バツンと手放していきましょう。相手にしない、それだけでいいですよ。そしてこちらのお選びいただいたカードからメッセージをもらっていきます。これは権利っていうのを表しているカードです。あなたの中の正義、自分がこうありたい、こうしたい、このように周りに示していきたいって今打ち出しているもの、これはあなたのお気持ちであり、あなたを守るものでもあります。この使い方を今正しく使っていきましょう。っていうのが出てきています。あなたにはあなたの権利があるし、相手には相手の権利がある。どっちが正しくてどっちが悪いとか、そういうところに今目を向けない。ただひたすら何もない相手にしない。自分は自分っていう形で、そうあまり傷つかなくていい。周りのことに対してね、誰かこう評価を受けたりとかね、お仕事とかでもね、違うんじゃないとか言われたりとか、誰かの言葉を気にかける必要ない、気にしすぎる必要ないからね。自分への評価がこの人の言ってることが全てではないから、っていうところで、そこを相手にしないとだいぶ気が楽になっていくと思います。はい、今回はシンプル占い、今年中に起こることと、今年末に向けて手放すこと、そしてより良いね、年始を迎えていきましょう。以上、こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はシンプルサクサク占い8択です。今年中に起こること、そして来年年始までに向けて手放すことについて見ていきます。よろしくお願いします。こちらは前回アンケートで取らせていただきました一番投票数の多かったものでございます。こちらをテーマとして今回見ていきます。では、展開していきましょう。はい、こちらでもらっていきます。ではめくっていきましょう。ちょっとジャンピングで飛んだものは端に寄せておきます。はい、見ていきますね。はい、シンプル占いということでシンプルなカードを持ってきています。で、そしてはい、でジャンピングもめくっていきましょう。ワンドの8、そうですね。3番をお選びいただいた方、ここから入ってくるのは今年中に今あなたの中で新しい始まりというか、切り替わりが入ってきています。これは年末年始ちょうど節目になるので、年の変わり目であなたも同時に変わるのかもしれません。より良い方向になっていきます。はい、明るく受け止めてください。で、そしてそうですね、なんか迷いから抜け出すっていう感じです。もうすでにその前兆を受け取っている方もいるかもしれませんし、これからやってくるよっていう方もいると思います。あなたが動いたからこそ掴み取るものもあるし、そして周りから歩み寄ってくれるもの、もたらされるものもあるので、そこのバランスが今いいんですよね。相乗効果っていうのが期待できるので、よりあなたがやる気に満ち溢れるというか、モチベーションが高まるようなことも周りからの助けとして入ってくれるんじゃないかな。周りの環境です。環境や好きなお相手、いずれの形にしろあなたにとってプラス作用になっていくので、より一層やる気に満ち溢れていくような流れになっていきます。とても素晴らしい
あなたの魅力が開花していく、よりね美しくなっていくようなイメージでいてください。新しく変わっていきますね。物事がはっきりと分かれるかもしれません。結果として受け取るものがあって、そこでまた新しくまた始めていこうとかね、嬉しくて次に進んでいきたい、一つ喜びをかみしめてまた次に行くっていうような感じで急展開な感じもしてくるんですよね。突然チャンスがやってくるのかもしれませんし、前兆としてもう何かステージが切り替わるというか、その前兆を予感されてる方もいるでしょう。なんかね、もう多分ね、心の中で胸がざわざわするというか、逆に落ち着いてきたっていう方もいるでしょうし、ざわざわっていうのは不安要素ではなくて、これから何か嬉しいことが起こる予感がするとか、そういう意味でドキドキするような胸のときめき、ざわつきっていうのを感じてる方もいるかもしれないし、全く予期していなくてもぐんとやってくる可能性もあるし、いろんなところから可能性、チャンスっていうのがやってきそうです。またあなたもね、望んでいるから、あなたに注目が集まるようなこと、つまり活躍できるとか、仕事で昇進するとか、誰かに褒められる、そのようなこともあると思います。好きな人に見てもらえるとかね、気づいてもらえるとか、嬉しいことがあるみたい。今あなたの中でも切り替わりっていうのがテーマで入っています。じゃあ何を手放せばいいのっていうところで見ていきたいんですが、曖昧にしてることがあったら、そこスパッと、手放して何か決めてもいいんじゃない、というか決まっていくんじゃないかなと思います。あなたが進んでいけるように自分自身が自分で選んで進んでいけると思うし、追い風も吹いていますからね。手放すこと怖がらなくていいんじゃないかな。変わっていくこと、別に今怖がってるわけでもないけど、これから変わっていくことや変化についても楽しんであなたは受け入れて進んでいけるような並びになっていますからね。大丈夫っていう形ですね。もし迷った時がもしあるんだったら、これから先年末までの間に不安になるようなことがもしあるのであれば、自分の気持ちの中っていうのをよく見てください。そして自分の希望とか願い、理想ね、そこを忘れずにいてください。叶えたい夢、達成したいこと、叶えたいこと、そして自分が今この瞬間どう思ってるのかっていうところを一番大切にしてください。ということで、3番さんの場合は大きくこれっていうね、はっきりしたものを手放すことっていうのが出てきていない。今順調になってきているし、良い変化っていう風に受け止めていくとより良くなっていくし、あなたが望んでいなくても今変化が生まれています。急激に物事が変わることも出てくる。結果的にはあなたの魅力開花につながっていくでしょう。ではメッセージです。困難や不安は成長への試練でありチャンスです。こだわりから自由になることです。執着を捨て去ることはとても大切です。このようなメッセージもいただいています。まずこだわっていることがあるのであれば、そこから抜け出していきましょう。執着を捨てていきましょうってことです。執着とこだわりと少しね、違うニュアンスかもしれません。あなたの中で今しがみついていて離れられないものとか、本当はもう分かっている、心は分かっている、決まってるんだけど、でもどうしてもね、こだわっていてその人から離れられないとか、とある事柄から抜け出せないとか、多分ピンとくる方いると思います。あなたは直感力に冴えていますから、そこを今バッサリと切り捨てていきましょう。その方が自分自身のチャンスに恵まれやすくなっていくし、より輝いていけます。で、困難や不安っていうのは成長へつながっていくことなので、これをチャンスとして捉えてください。大丈夫、そのお心ってもうできていますから、チャンスをものにする、チャンスを掴んでいくんだっていうお気持ち出ていますからね。大丈夫ですよ。今のスタンスでいきましょう。そしてお選びいただいた3番のカードからメッセージをいただいていきます。否定的な声に耳を傾けませんというカードです。あなたの耳に入ってくるニュース、言葉、誰かからの情報で自分にとってマイナスだな、聞いていて不快だなとか、これは今の自分に必要ないな、
なんかね、自分のことじゃないかもしれないんだけど、自分の大切な人を否定されてるとか、何か否定的なことが聞こえてきたら、そこからシャットダウンしても大丈夫です。今自分に必要なことだけ取り入れていきましょう。今順調なのでね、あなたの足を止めるようなこと、邪魔するようなものを耳に入れなくてもいいです。はい、そういう余分なことっていうのは排除して自由にやっていきましょうっていうのがありました。今回は今年中に起こること、そして年末までに今手放すことについてサクッと見ていきました。3番さん、今順調に流れていますので、ぜひチャンスをつかみ取ってください。ではこの辺りで終わらせていただきます。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回はシンプルサクサク占い8択です。今年中に起こること、そして年始までに向けて今手放すといいことについて見ていきます。サクサク占いですので、サクッと見ていきましょう。そして今回は、アンケートで一番投票の多かったこのテーマを取り上げていこうと思います。ズバリ切り込んでいきましょう。今手放すとよりね、来年に向けていいスタートができることについて見ていきます。そしてあとね、年末までに何が起きるのかっていうのを見ていきます。では行きます。はい、では見ていきましょう。ちょっとね、縦のこの価格に入るように調整していきますね。お、いいですね。はい、見ていきましょう。はい、ジャッジメント。諦めかけていたようなことや、あと待ち望んでいたことに対しての結果、一つの結果だったりお知らせっていうのがやってきそうです。はい、でそしてこれから起こることについてはそこかなと思います。あなたが待ち望んでいたことについて良い結果が訪れるんじゃないかと思いますね。成功だったり、達成したいことだったりとか、一つ願望成就というかね、大きなことじゃないかもしれないんだけど、例えば年末までにこれやっときたいなとか、これ欲しいなとか、あと好きな人とデートできたらいいなとか、連絡来ないかなとか思ってることについて良いお知らせがやってくる、連絡がやってくるとか、合否の結果かもしれません。これもね、良いお知らせがやってくるでしょう。一つの大きな結果として喜ばしいことがあるんじゃないかと思います。人によってこの大きさって変わってくるんですけど、良い結果のね、内容って変わってくるんですが、ただ共通して言えるのは嬉しいお知らせがあるよってことですね。いいと思います。はい。そしてあなたのメンター的存在というか、周りの人に注目してください。周りの人で勘の鋭い方とか、あと言葉としてヒントを授けてくれるような方、存在がいるかもしれません。仲間だったり、あと分かりやすく言ってしまえば占い師の方だったりとかもいいと思います。今のこの時期、何かタロットを通じてだったり、占いを通してあなたに何かメッセージを伝えてくれる存在、または占い関係なく直感の鋭い方が近くにいるのかもしれないので、その方のアドバイスに耳を傾けるのもいいかもしれません。これ今ちらっと入ってきています。いいお知らせやってくるのとか今思った方もいるかもしれないですね。なぜかというと、今そんなに大きな変化がないとか、
ね、なんとなく毎日過ごしているとか、特にね恋愛とかも大きな進展もなくやってるんですっていう方もねいるかもしれないんですよね。そして、自分の中でね感情だったり仕事、プライベート、恋愛とかいろんなことを今一生懸命やられていて、だけどなかなか結果が返ってこないこともあったりとかして、なんだチェっていうようなね現状とかも見えているんですけど、これからね未来明るいニュースっていうのがやってくるので楽しみにしてくださいねっていうのが出てきています。そしてその他にもあなたの中っていうのは、なるほど、なんかね大切なものを今本当は本心っていうのを隠し持っていますね。なるほど、隠し玉というか、あなたの本当の奥底っていうところ大切にしてるものがあるんですね。それに対して結果が欲しいっていうふうに思っているのかな。そしてもし恋愛で見ている方は相手の気持ち見えないしっていうふうに思ってるかもしれないですね。だからあまり進展しなくて、なんかね退屈だなとかね、暇だなとかね、なんかね乗り気じゃないなっていう感じでも入ってくるんですけど、そこもね変わっていきますから、何をあなたが大切にしているかっていうところを少し見ていきたいんですけど、どうですかね。1枚だけ追加でもらっていきますね。恋愛だったらまだお互いちゃんと見せ合っていないことがあるんじゃないかなと思います。もし好きなお相手の今気持ちが見えないとか浅い関係性だったら、お互いちゃんとまだ向き合っていない、話し合えていない、浅い関係性じゃなくてもまだね見えていないところがあるんじゃないかなっていうのを感じます。何をなるほど、強行のカード。何かやはりあなたの中でヒントを授けてくれるような方がいるみたい、助けてくれる人がいるみたいなので、周りの人に注目してください。好きなお相手じゃないと思うんですよね。この恋愛を、一歩進めていくために協力してくれるような仲間や友達とか知り合いがいると思うんです。恋愛じゃなくて仕事だとしてもね、あなたがより良い流れをつかんでいくために協力してくれるとかアドバイスをくれるような方がいるので、その方に注目して探してみてください。身近にいます。見つけていきましょう。今見えていないと思うけど、実はねもうすでに予兆が現れています。それを運んできてくれるのが周りの方々っていうのが入ってるので、今ね周りに注意深く見ていきましょう。集中して、今多分見えていないことがまだあるので、見ないようにしてるのか考え込んでいたりとか、今自分の心でいっぱいいっぱいっていう感じもするから、周りのことまで今見れていないのかも、隅々まで見れていないかもしれないから、くまなくチェックしてみてくださいっていうのも入っています。誰か助けになってくれる協力者が欲しいっていうようなあなたの願望っていうのも出てきています。またはね関係性について今考えていることもあるので、社会的立場を超えて恋愛関係になっていきたいとか、まだ見えていないところをもっと知っていきたいとか、本音を知りたいとかじゃなくて、単純にね自分のことどう思ってるんだろうってことを知りたいってこともそうかもしれないし、まだ知らない世界へ自分が入っていきたいってこともそうです。そのために良いお知らせを受け取りたいとか、何か一つの形として成功を収めたいとか、結果が欲しいっていうところもあります。そうですね、いかに自分の軸を定めていくのかっていうのが年内のテーマになってきそうです。ただ今年中には何かしらの形で嬉しいことっていうのが訪れると思います。成功だったり、良い結果、お知らせ、または一度諦めかけてもうチャンスないのかなって思ってたことについてもチャンスが訪れると思うので、そのためにも周りの人からの協力っていうところに今助けを求めていきましょう。見てみてください。周りのことすくまなくずっとぐっと見てくださいね。そして周りからのアドバイスを参考にしながら自分の指針っていうのを決めていきましょう。これがテーマかな。手放すこととして迷いとか、あなたが見えていなかったところを見れるようになることで、より手放しが行いやすくなります。どこかで自分の中で見えていなかったものが
より見えるようになったり、見せられるようになったり、誰かに打ち明けられるようになったりとか、実は心の中でぐしゃぐしゃって丸めてポイってしたいような、なんかね、そういうものがあるんじゃないかな。ぐしゃぐしゃしてるもの、ぐしゃぐしゃぐしゃってして心の中でポイって心のゴミ箱に今捨てているような気持ちとか、ぐしゃぐしゃしたものを誰にも見せられないようなこと、恥ずかしかったりとかするからね、そういうのも恥ずかしいって思わないようになるとか、見せられるようなタイミングがやってくるのかもしれません。手放すことは迷い、不安、そして揺れる気持ちとかね、恐怖とか、そのあたりとかですかね。恐怖とまではいかないんだけど、そうですね。なんかこれから張りの出てくる生活になっていくので、今そのために心の中も整理しとくといいのかなと思いました。ではメッセージをもらっていきましょう。はい。では、始めた理由が正しければ結果も正しい方向に向かいます。その道は本当にあなたが目指すべき方向ですか？とあります。やっぱり自分の今指針を決めていくときっていうところですね。方向性。何に従ってもいいですよ。自分のお気持ち、自分が正しいと思う方に決めて、方向性を決めていくことが大切になってくるので、だから自分でそうじゃないと思っていることを手放していきましょう。そして自分の行いについての結果っていうのがそのまま返ってくるので、自分が頑張っていることに対しては頑張ったねっていうご褒美が来ますし、そうじゃなくて自分が退屈だ、何もしない、もうやめようかな、諦めようかなとか中途半端にしていることについてはそのまま中途半端な結果が返ってくるので、自分で結果を求めていくのであれば、今の現状からね抜けていきたいと思うのであれば、何かしらの方向性を定めることだったり、決めることだったり、あと進んでみることだったりとかね、自分の中で今できることをやってみてください。やったらやった分だけ結果が返ってきます。はい、ということで、手放すことは迷い、不安、ぐらつきから抜ける。そしてこれから待ち受けている素晴らしいことを受け取っていきましょう。ではアドバイスカードです。4番をお選びいただいた方、これはポジティブっていうカードです。今自分の心のカーテンをねシャッと開けて光を差し込んでいきましょう。自分の心にね光を照らしていきましょう。自分の中でまだ闇の部分というのかな、暗い光の当たってない部分があるので、そこにも光を当てて、全てにね光をまんべんなく照らしてみて、よくね照らしてみたら、実はこの隙間にね埃が溜まっているかもしれないし、ぐしゃぐしゃ丸めた過去のねポイしたものが見つかるかもしれないので、それらを整理してすっきりとさせて新年迎えていきましょう。自分の心の整理整頓、それが今あなたが年末までに行うと、より良い年始が迎えられそうです。はい、方向性を定めていくことっていうのが出てきていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは5番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今年中に起こること、そして年始までに向けて手放すことについてシンプルに占っていきます。サクサク8択占いです。よろしくお願いします。こちらは先日アンケートをいただいていまして、一番投票の多かったものを取り上げています。今年中に何か起こることがあるのか、また手放すとより良い年始を迎えていける、何を手放すのかっていうところをテーマに見ていきます。ではよろしくお願いします。はい、それでは見ていきましょう。
はい、そしてなるほど。では見ていきましょう。今あなたの中で諦めずに取り組んでいることだったり、目的があって動いているっていうのが出てきています。そうですね。なんかね、いざとなったらいつでも動けるように準備を整えていたりとか、計画を立てていたりとか、すぐ臨機応変にパッて対応できるようにいつも心の準備はできている、もうね動けるよっていう状態でもあるし、心もねしっかりしています。芯が通っているというか、もう自分は何があってもぐらつきませんよっていうようなね、ちゃんとした戦闘態勢 OK っていうのが出てきています。なんでそんな風に自分の心構えできてるのかって言ったら、最終的に安定したいとか、自分の気持ちを落ち着かせて安らかな時間が欲しいとか、愛情が欲しいっていうところがあるのかな。愛情だけじゃなくてね、なんだろうな、ゆっくりしたいっていう感じかな。今ちょっと諦めない気持ちがあって芯が通ってるのは確かに素晴らしいことなんだけど、気を張りすぎているところもあるのかもしれない。戦い続けてるような感じなので、仕事で今追われているとか、気が抜けないとかね、目標があって頑張ってるんだけど、実は休みなく働いていたりとかっていうのも感じられるので、これからね年末までに訪れることって、今この山場を乗り越えたらちゃんとあなたのところに安らかな時間というかね、オアシスが出てくるから大丈夫よって言われてるんですね。なので今この休暇に向けて取り組んでる、ラストスパートかけてるよっていう方もいるでしょうし、またはこの今目的を持っていることって恋愛かもしれないですよね。そしてその周りの環境とかお相手ってところで見ていくと、あなたに対して思いやりを持って接してくれてるんです。優しいんじゃないかな。今この好きなお相手、もしくは周りの環境で見たとしても、あなたを助けてくれるっていう風に出てきているんですね。周りが、環境がね整ってるよって出てくるので、支援者が現れて仕事しやすくなるとか、助けてくれる人がいるから、上司とかかな、目上の方かもしれないし、キングのカードだから男性かもしれないんですが、この強力な助っ人が現れることによって、より仕事しやすくて早く仕事が片付いて早めの休暇を取ることができるとかっていうのも考えられるし、好きなお相手から愛情をかけてもらえるってこともそうかも。ここがあなたをひいきしてるんです。周りが、お相手があなたをひいきしてるので、なのでね、ありがとうございますっていう感じですよね。いいと思います。これから急激に物事が変わっていくことっていうのも出てくるでしょう。あなたの中でも早く片付けて安心したいとか、くつろぎたいとか、好きな人と二人きりになりたいとかね、そういうところを求めているんじゃないかなというのは出てきていますね。だから情報を集めたり、心の準備しておいたりとか、いつでもね向かっていけるように整えているところがあると思うんですよ。でもこの年内で受け取ることっていうのは、やっぱりこの安らかな時間かな。好きなお相手との愛しの時間なのか、あなたが頑張った分、急いで頑張ろう、なんとかね早く年内中にやろうって思ってることが落ち着くんじゃないかなと思います。取り組んでることが落ち着いてゆっくりできるっていうのが出てくるんですけど、でもねちょっとね一つだけ気になるところがあります。あと手放していくことっていうところもバッサリと見ていきたいので、不安要素はここかなっていう感じで入ってきています。ちょっとカードをもらっていいですか？1枚カード追加でもらっていきます。ソードの4番。今の現状に対して別れるかもしれません。別れるというのは道が分かれるっていう形で出てくるかもしれない。2つ考えてることありますか？ A と B に対して
A は A でこうしたい、 B は B でこうしたい、恋愛なら恋愛、仕事なら仕事で2つのことで今考えたり取り組んでいることがあるような感じです。で A の方についてはどんなやり方で進めていこうかっていうような手段を考えたりとか、ここ少し頭を使って賢く立ち回っていく感じで入ってくるんですけど、 B の方は休止、一時休止っていうのが入ってくるので、これ2つ今あるよっていう方はどちらか一方はうまく回していくために自分の頭をフル回転させるっていうのが出てきています。もう一つの方は止めるっていう感じですね。自分でお休みを取るっていう形が入ってくるので、今でもね2つないよ、1つのことしか考えてなくてそれだけのことに集中して取り組んでいるよっていう方については現状も関わってくるかもしれないですね。あなたがより安心できる、なんかね体調崩すのかなっていう感じもします。なんかこう一生懸命準備してるのに、で周りからの援助サポートも得られるのにガクッと急に体調を崩すようなことが年内にあるのか。でもね今ね出しといた方がいいよっていうのがあるんですよ。デトックスだと思ってください。今こう悪化してることを出し切ってしまいましょう。海みたいなものですね。心の海なのかな、なんか心でモヤモヤしていることなのかもしれない。今こう自分では感じていないかもしれないんですけど、焦る気持ちとか早くしたいなとか、または物事が好転していけばいいなっていう期待する気持ちについて情報が肩になっていくのか追いつかないのかっていうところでね、気持ちと入ってくる情報、流れてくることと今求めていることとあんまりこうバランスが取れなくなってしまうような、なんかねそういうイメージが入ってきています。ごめんなさい、放置させてください。お待たせしました。なのでもし体調不良になってしまった場合は無理せずゆっくり休んでください。またはねそんな流れになるのかも、体調不良ではないんだけどゆっくりした時間を持つことによって心が浄化されるというか、リラックスすることによって、ゆっくりほっと一息つくことでリフレッシュできるとかっていうことにつながってくるかもしれない。あまりこう頭を使いすぎる必要がなくなるんじゃないかなと思うんです。今の現状結構頭使ってるので、これ以上使うと負担になっちゃう気がするんですよね。でも目まぐるしく物事が変わっていくのかもしれないし、あなたが期待している通りにいろいろ片付けることがたくさんあるとかやることたくさんあるからっていう形で忙しくなるなこの年末って感じている方は、ちょっとリラックスする時間が必要になってくるかもしれないですね。そうですね、なんかねあなたの中でちゃんと受け取るもの受け取ってねって、受け取るものっていうのは休暇の時間とかリラックスする時間、なんか何も考えなくてもいい時間みたいな形でだらっとするような時間かもしれないし、それが逆にあなたにとってリフレッシュになるんじゃないかなっていうのが出てきています。今あなたが目指している目標については良い兆しっていうのが流れてくるので、もうそれ以上深く考えなくてもいいのかもしれない。あれこれ考えなくても良くなっていくのかもしれません。今2つのこと同時にやってないよ、 A と B どっちもないよ、 A しかないよって方はそのようにお受け取りください。ではこちらからメッセージをもらっていきましょう。まっすぐで節のない枝がないように欠点のない人間はいません。認められたいという気持ちをここで捨ててみましょうというふうに入っています。まずこの今手放すといいことっていうのは認められたい、自分に注目してほしいとか自分だけを見てほしいとかこの成績を認めてほしいっていう気持ちを捨てようってあるので、これは捨てましょう。今は必要ないのかもしれません。なんでしょうね、認められたいっていう気持ち、そこまでダメなことじゃないんじゃないかなとは思うんですけど、でもあえてそれを今ここで手放していくことで周りの目を気にしない、評価を気にしないってことですよね。認められたいっていうことは周りから誰かから自分を認めてほしいってことですよね。そうじゃなくて自分で自分のことを分かっていれば OK っていう感じで今は捉えておきましょうってことです。ただ周りの状況がすごく支援のカードが入ってるので
いいと思います。なんか認められたいって強く願って頑張っていたんだけど、そうじゃないんだってことに気がつくのかもしれません。自然とここはなくなっていくのかも。年内中に起こるかもしれませんね。そして欠点のない人間がいないって出てるので、完璧ってところを目指さなくてもいいよとか、準備万端じゃなくてもいいよって、ちょっと慌ただしかったりバタバタしたりドジしても大丈夫っていう形で、自分の中で自分自身許してあげましょう。少しね、ゆるっとしておくといいかもしれません。丸く丸いようなイメージで言いましょう。不安だなとか、そんなお気持ちの方は、丸いもの、柔らかいものとかを食べたり触ったり身につけたりしてください。丸みのあるものや柔らかいものです。はい、ということで、こちらお選びいただいたメッセージもらっていきましょう。抵抗する力というのがこのメッセージで入ってきています。あなたは今何に対して諦めずに抵抗というか諦めずに取り組んでいきたいって思っていますかっていうことですね。そこをもう一度考えてください。恋愛、仕事、生活とかいろいろあると思うんですね。今あなたが諦めずに取り組んでいることについて、あなたはもうすでに飛び抜けて頑張っています。はい、自分の夢とか目標とかね、叶えたいことを諦めずに取り組んでいるので、そのパワーがねみなぎっていますから、もうそろそろ自分自身ねゆるっとしてあげてください。リラックスさせてあげてください。本当に頑張ったし、あと周りからこれからサポートも入ってくるので、よりやりやすくなっていきますから、自分を緩めてあげてくださいね。大丈夫。緩めても何かあった時にとっさに反応する力はもうすでについてるから、気を張りすぎなくても大丈夫ですよ。はい、ってことで今回は今年中に起こることと年末までに今手放すことについてズバリ見ていきました。シンプル占いとなりましたが、お受け取りいただけるところがあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。では6番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは今年中に起こること、そして年始までに向けて手放すことを見ていきます。こちらはサクサクリーディング8択占いです。今回は先日ですね、アンケートを取らせていただいて、そちらで一番投票の多かったこのテーマを取り上げていきます。よろしくお願いします。スプレッド展開でサクサクと見ていきましょう。ズバリいくわよということで、今年も残りわずかとなりましたが、それまでに今これから起きることと、あと手放すこと、はい、ではもらっていきましょう。めくっていきます。ワールドが出てきています。はい、そしてワンド、はい、そうですね、なんかね、誰か頼りたい人がいるとか、頼れる人が存在が現れるとか、そういうのが出てきています。今この6番をお選びいただいた方、直近で嬉しいことがあったんじゃないかなっていうのが出てきています。ワールド、一つ物事が完成されたとか、あなたにとっての気持ちがすっきりとするようなことがあったんじゃないかなと思うんですね。さあやったぞ、次へまた行こうって思えるような、次の目標が見つかったとか、次のゴールはここだ、だから向かっていこうっていうようなお気持ちとかっていうのも感じられます。それは好きなお相手が関わってくるんじゃないかなとも思いますし、
あとは周りとのコミュニケーションってことで、ご自身の中で今自分の扉を開いた方もいるかもしれません。自分の殻を一つ打ち破って新しい自分になったっていうようなお気持ちで今過ごされている方もいると思います。だいぶ頭の中も心の中もクリアな状態になっているので、物事が進みやすくなっていますね。ただし、そうですね、そのエネルギーをどこに向けていくのかっていうのが今年中のテーマになってくるかなと思います。これからやってくることに対して予感している方もいるかもしれないし、今年中にはもしかしたらね、好きな人とこんな感じになるんじゃないかとか、自分の身の回りはこんな流れになっていくんじゃないかっていうふうに、もうすでに頭の中で考えてらっしゃる方もいるかもしれないんですが、年内中にあなたの負担が増えるようなことが出てくるかもしれないよっていうのがあるんですね。それは今クリアになって進んでいることに対してなのかもしれないし、でもまだね、結果は出てないんですよ。次のゴールの結果はまだ出ていなくて、それに向けてパワーを貯めているって方もいるでしょうし、準備を整えてこれからやってくる冬に備えるっていう感じかな。なんか収穫の秋を迎えて、これから厳しい寒さがやってくるから、それに向けて今準備してるような、こんな年内はそんなイメージが入ってきます。なので年始、年が明けたら大きな目標があるとか期限がある方も出ているのかもしれません。締め切りが年始に迫っているとか、年が明けたら大きな発表があるとか、それに向けて今エネルギーを貯めてるような、冬眠に向けてとか、あと冬の厳しさ、寒さに耐えていくために今エネルギーを貯めてるような感じです。なのでこれが年内に訪れることとして入ってきています。だから自分一人で頑張ろう、なんとかね、自分で踏ん張っていこうとか、自分で整えていこうっていうお気持ちでいる方が多いと思うんですね。自分で羽ばたいていけるためにっていう形で。年始に目標を立てている方います？何かね、年内までに何かしなきゃじゃなくて、年始に向けて今のうちに蓄えておかなきゃっていうイメージで入ってきます。そうですね。なので今なんか年内は準備期間っていう感じです。ただし収穫、何か一つの実りがあったんじゃないかなっていうのはありますよ、最近ですね。はい、そしてそれに向けて目標に向かって頑張ってるし、それはね、恋愛かなとも思うんですよね。好きなお相手ともっと仲良くなっていきたいとか、お互い深いところまで結びつきを求めているっていうような感じがするんですが、恋愛じゃなかったとしてもより自分を深く知っていくためにとか、そうですね、周りと理解を深めていくためにっていうところであなたのお気持ち出てきています。またはもう少しね、自由に羽ばたきたいなとか、やっていきたいなっていう気持ちがあるんじゃないかなと思います。そして周りの存在で頼れる方がいると思います。あなたのことを引っ張ってくれるような頼もしい方ですね。この方についていきたい、見習いたい、憧れているっていう方かもしれません。この方の影響力っていうのがかなり大きいかなと思います。頼っていくと必ず助けてくれますし、とても頼もしい方、リーダーシップを取っていくような方なので、人前に立つ方や注目を集める方なのかもしれません。この方と協力して一つの物事をこれから、準備して取り組んでいくのかもしれないしっていうのが出てきてます。ただその一方で、この方かなりパワーのある方なので、この方に揺さぶられるというか、左右されるようなところもあるんですね。勢いに負けちゃうようなところもあるので、このあたりのパワーバランスっていうところをよく見ながらやっていくのが、ポイントかな、開運ポイントかなっていうのが出てきています。一筋縄ではいかないことかもしれないので、ここの周りの環境的に大きな存在、ここに対していろんな攻め方をしてとか合わせていくのがいいのかな。張り合っていくっていうよりは合わせていったり、時にはお任せしますみたいな形でやってもいいと思いますし、臨機応変に対応していくっていうのがアドバイスで入っています。そうですね。
ただしこの方の力を借りると自分の世界がより広がっていくというか、その良い方向に働いていく可能性もとても大きいので、このあたりのさじ加減っていうのが今のあなたに必要になってくる、求められてくるのかなというのがあります。これは人ではなくてチャンスや、あなたが年始に向けて今目標あるとか、これっていうのがもし年明けにある方、特に3月より前、1月2月3月のあたりに何か大きなことを控えている方は、そのことをこれが伝えているのかもしれません。大きなエネルギーがある。それに向けてあなたが今うまくバランスを取りながら対応していく技を身につける時なのかもしれませんね。新しい世界へ飛び立つための今準備期間っていうのが入ってきました。ではあとはメッセージをもらっていきましょう。最終的にあなたは社会的に一つ地位がワン段階上上がっていく、昇格するのかもしれないし、まだ見ぬ世界の向こう側へたどり着くのかもしれないし、誰かと協力し合いながらそれを成し遂げていくっていうようなイメージが入ってきています。アドバイスをくれる人や引っ張ってくれてる人もいると思うので、なのでその味方になるような方、頼もしいなって思える方についていくこともね、時には技の一つとしてあるし、またそれだけじゃなくて自分でできることをやっていくとか、いろいろあると思います。はい、そしてメッセージをもらっていきましょう。相手を敵とみなせば相手からも敵とみなされます。樽を知りなさい。欲望から自由になるために。はいとありました。まず今の自分にあるもの、目の前にあるもの、今自分が手に持っているものや抱えているもの、これを大切にしてください。十分あなたは素敵なものを持っていますし、一つ完成させたものもあります。自分の力で生み出したものも作り出したものもあるでしょう。この先来年に向けて備えていることがあるとか、準備していることがあるかもしれない。だけどこの年内中は準備もしながら、今自分が持っているものっていうのを大切にして、十分今自分は準備できてるんだってことを確認してくださいってことですね。そしてもう一つ、相手を敵と認識すれば相手からもそのように認識されます。なので周りの方でパワーの強い方、エネルギーが高まっている方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。この方についていったりとか、時には物事を柔らかく考えることっていうのがテーマで入ってるので、うまくお付き合いしていけば強力な助っ人として力添えしてくれると思いますので、どのようにお付き合いしていくのかとかっていうところを考えてみるといいかもしれません。アドバイスをくれるような方もいますから、この方以外にね、またはこの大きな目標に対して助言をしてくれる方いると思いますので、その方のアドバイスも借りていきながら、みんなでまとまっていくような形です。恋愛で見ている方でも、お相手とうまくやっていくためにも協力してくれる方がいると思うので、この方のアドバイスも参考にしながら、それでも自分で今自分のお気持ちがこうだってことを確認しながら進んでいくといいんじゃないかなと出てきています。で、この6番をお選びいただいた方、年内に起こることっていうのは、年始に向けても取り組んでることありませんかっていうことと、あとそんなにねたくさん準備することも必要なんだけど、時にはちょっと緩やかな感じで余裕をどこかで見せていくといいんじゃないかなと思います。壮大な夢を描いている方もいるかもしれません。自分が自由に羽ばたいていけるために今力を蓄えているとか、厳しい寒さを耐えていくために今パワーを貯めているような状態なので、年始に向けてなんか爆発する、エネルギーを発散させていくとか、ここ見せ場なんですってところをもう控えてるよって方もいるかもしれないので、その方々はその自分の着地点、年明け早々これを叶えたいっていうことに向かって今やってるんだったら、この時にエネルギーを発揮できるように今この心身休めていきながらも十分に蓄えていきましょうっていうところが入ってきています。そしてお選びいただいた6番のカードからメッセージをいただいていきます。自分の本当の気持ちや自分の中で真実っていうのを明らかにする時ですというのがメッセージで入っています。
あなたの中の真実とは一体何でしょうか。今現在もそれについて考えていたり、または決断しようとしている方もいるかもしれません。自分が何をしたいのか、自分の目的に向かって自分の答えを表に今出そうとしている方とかもいるかもしれないですね。それを今明らかにするということは、誰かに見せるとか打ち明けるとか発表するってことにつながってくるのかもしれないですね。あなたが一貫してやりたいって計画していることは、これから本当に明らかにしていく、羽ばたいていくために準備しているってことにつながってるのかな。今自分の気持ちを見せる時ですっていうのが入っていました。発表すること、結果ワークアウトとして表に出していくのかもしれないし、あなたというものを表現する場面がやってくるのかもしれません。それはその見ている方それぞれによって変わってくるんですが、恋愛だとしたら、あなたの気持ち、本音のところをお相手に見せていくのがテーマになっていくのかもしれないし、お仕事で見ている方は年始何かしら取り組む大きなプロジェクトに向けて、今あなたが自分の中を出していく時っていうのが出てきていました。今回は今年中に起こること、そして年始までに向けて今手放すことについてサクッと占っていきました。この中からお受け取りいただけるところだけでもお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは7番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今年中に起こること、そして年始までに向けて今手放すことについてサクッと占っていきます。8択占いです。よろしくお願いします。今回はシンプルに占っていきます。ではこちらのタロットカードからスプレッドで見ていきます。こちらは先日アンケートを取らせていただいて、一番投票が多かったものをテーマにしています。もう今年残りわずかとなりましたが、今年中に起こること、そして手放すことです。はい、それでは見ていきます。めくっていきましょう。はい、7番をお選びいただいた方、今流れがとても順調です。バランスが取れているので、全体的にすごくいいと思います。恋愛でご覧になっている方、仕事で見ている方、全体的にもう全体運として捉えていただいていいと思うんですが、いろんなところでバランスが取れていくっていうのが出てきています。うまく調和されていくというか、特に最近直近大きな問題っていうのを抱えていないと思うんですが、より良くなっていくでしょう。あなたの基盤となるようなものがより一層固くなるとか、それはお金の流れもそうですし、あなたにとって仕事の昇格とか昇進っていうことにもつながってくるかもしれません。今とても優しい気持ちで穏やかに日常を過ごされているような気がしますね。はい、これから大きく受け取るものもチャンスとかもやってきますので、それを受け取ってご自身の中でうまく活かしていけると思います。あれこれ考えていることもあるでしょうし、望んでいることもありますが、全体的に今年安定してるってことが年内までに訪れることとして、変わらず安定してるよっていうのが入ってきています。思いやりを分け与えていけるようなお互いが
周りとも自分もだし、自分自身に対してもそうだし、周りからも優しくしてもらえるし、自分も周りに優しくしていけるしっていうような穏やかな関係性っていうのが出てきています。バランスが取れていなかったことがもしあるとするのであれば、そこに対しても程よい感じでなっていくので、これぐらいでいいな、これぐらいがいいなっていうようなお気持ちになるんじゃないかなというのが出てきています。収支のバランスも良いでしょう。はい。なのであなたとしてはさらに高みへっていうようなお気持ちが出てくるかもしれないんですが、今はでもあえてこの感じをキープしておいた方がいいような感じもします。次へ次へっていうふうに思わなくても、今この瞬間この時間を十分に味わって味わい尽くした方がいいのではないかと、無理に距離を縮めたりとか急速に発展させようっていうことを考えずに、この瞬間を味わう、今の関係性をじっくりと味わうっていうのがいいかもしれない。本心としてはもっと仲良くなりたいし、交際したいとか結婚したいとか次の展開ってところを見ていきたいところはあるんですが、でもカードからはね、今この瞬間をゆっくり噛んでたくさん咀嚼して、そこからいろんなものを感じたり受け取ったり与えたりとかして、今この瞬間を確かめてねっていうのが伝わってきますね。はい。周りからもたくさん優しさや愛情っていうのをあなたはいただくことができるでしょう。お互い分け与えるっていうのが年内訪れることです。それによって自分の気持ちも平和的に落ち着くだろうし、周りも落ち着いているので、どこか角が立つようなこともなくっていうのが出てきています。良いと思いますね。じゃあ手放すことってじゃあ何なのかっていうところで見ていくんですが、7番の方は特にこれを手放そうっていうことがズバリ出てきていないので、今この味わうことっていうことに集中していましょう。もし何か手放すとするんだったら、そうですね、急いで次へ行こう、次のステージへ駆け上がろうとするのではなく、あなたはゆっくりと今この瞬間をかみしめることが今大切よって出てきています。焦る気持ちっていうのを手放していきましょう。はい。そして無理にね近づこうとか離れようとかっていうこともなくね、今の感じでっていうのが入ってきていました。なので中にはね、もっと距離縮めたいとか、いや逆に離れたいっていう方もいるかもしれないんですけど、まずその方々は様子見がいいのかもしれません。それが今ちょうど良いバランスとして入っています。お相手との距離感もそうかもしれないし、転職するしないとかね、そのあたりとかについても今は様子見でこのまま味わっておいてくださいっていうのが出てきていました。ではメッセージです。眠りにつく前にその日のあなたとあなたの行いを振り返りましょう。思いやりの心はあなたにとって永遠の財産になります。はい。そうですね、今この瞬間を味わうことによって思いやりだけではなくて、いろいろなプラス作用が心に働きかけてきます。それらが財産となるので、だから今の時間をゆっくりと味わって味わい尽くして吸い尽くしてねっていう風に入っています。酸いも甘いも吸い尽くしてっていうような感じで入ってくるので、それがより良いね、来年へ向けての幸運開運アクションになっていきます。そしてあと夜寝る前にその日一日起きたこととか、自分がどのように周りに対して振る舞ったか、自分自身にどんな風に感じたかってことを振り返る瞑想する時間だったり、考えながらゆっくりと目を閉じて眠りにつくことがいいでしょう。はい。そしてこちらお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。これはつながりを表すカードです。双子座のカードなんですが、これはね、人と人のつながりだったり、外の自分と内なる自分、このどちらともつながっていくこと、自分自身もそうだし、周りに対してもそうだし、今つながりをよりよく深く感じていきましょうっていうメッセージです。はい。なんで調和とか成功とかっていうのも出てきているので、あなたの中でも一つ物事が完成したりとか、今この感じでちょうどいいなって思えるような年末になってると思うので、年始も改めて新しく目標を立てることができたりとか、新しく生み出されてくるアイディアやインスピレーションっていうのも湧いてくるので、あなたが動かなくてもおのずと受け取るものがあるので、だから希望いっぱいですね、年始は。
周りからもたらされるきらめきっていうのを大切にしてください。今ね、もうすでに受け取っている方もいると思いますし、それがあなたの成功へ一つ力添えをくれるんじゃないかと思います。はい、分け与えること、つながりっていうのを意識してください。以上、こちらが7番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは8番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、今年中に起こること、年始までに向けて今手放すことについて見ていきます。こちらはシンプル占い8択となります。ではよろしくお願いします。先日アンケートを取らせていただきました。今の時期テーマのリクエストとしてアンケートを取らせていただいたんですが、その中で一番投票の多かったこのテーマを取り上げていこうと思います。よろしくお願いします。はい、では見ていきましょう。はい、ズバリ切り込んで見ていきます。はい。ワールドのカードが入っていますね。そして、はい。8番をお選びいただいた方、今ご自身が見直すタイミングっていうのが入ってきています。お気持ちっていうところが大きく関係してきていますね。カップが多いです。カップというか、このカードは月のカードで描かれているんですが、今自分の中で迷いを断ち切る時っていうのが大きなテーマ、年内のテーマかなというふうに出てきています。ご自身の中で気持ちを一つ整理つけて、また新しくリセットして新しい世界を作り上げていく時っていうのがテーマなので、新世界へ向けて今自分の中で気持ち整理つけて新しく旅立ちますよっていうのがテーマかなと思います。なので今手放せることがあるとするんだったら、それは今不要になったお気持ちってところなのかなと思います。新しく出会った方とか湧き上がってきた感情っていうのが今出てきているので、だからこそ今までの気持ちに整理つけて新しい出会いを取っていきたいっていう方もいるでしょうし、愛情を育みたいこともあると思います。自分の気持ちを満たす方へ、その目的のために今自分の中でリセットかけているような感じがしますね。だけどもまだこれからね、可能性がすごくあって、どのように選んで進んでいこうかなっていうところでご自身の中でこれから感じることがあります。まだ迷っていたりとか、まだ道は一つに決まってない、新しく受け取ったものや出会いかなっていうのもあるんですけど、自分の中で湧き上がってくるものっていうのがあるんですが、その一方でなかなか手放せないものもあるから、さあどっちを取っていこう、それともどっちも取りながら進めていこうかなとか、いろんな中で自分で模索している感じがしてきます。で、最終的に何をじゃあ手放して何を取っていくのかっていうのが今回のテーマになってきます。8番さんのどれを手をつけていいかわからなくなっちゃうっていうところが出てきているので、そうですね、どんな答えを出していいかわからないっていうところもあります。そこに対してどうすればいいのかっていうところで、今手放すこととしてはやっぱり気持ちの整理かなっていうのは入ってきています。あと自分が日々取り組めること、諦めずにやっていけるかどうか、あとは
やっぱり気持ちの整理っていうのが入ってきてるので、決してそれは後悔することない選び方を自分が選べるよっていうのが出てきてくるんですね。で、良い出会いがあったのかなっていう感じで入ってくるんですが、それは恋愛だけじゃなくてお仕事のチャンスだったり、人脈が広がるようなこととか、お友達付き合いでも人脈が広がるようなことがあったんじゃないかな。それが自分の仕事の成功へ導かれるようなことにつながるとか、恋愛でも新しい出会いっていう感じで入ってくるんですね。だから今まで積み上げてきたものプラス新しく入ってきたものの間で調整取ってるような感じがします。はい、何か手放すことはおのずと出てくるっていうのが入ってきています。多分あなたの中でこれから自分の世界を作り上げていくためにも、今何を手放して何を取っていくのかっていう、ちょうどそこを悩んでいますって方が多いんじゃないかと思うんですね。どうしたらより良い未来をつかみ取っていけるのかっていうところを考えていらっしゃる方が多いんじゃないかと思うんですね。でもそれはおのずとこの年内の間、もしくは年始かけるかもまたぐかもしれないんですけど、あなたの中ではっきりと出てくるので、年内中にははっきりと自分の中で何に整理をつけるのかっていうところがちゃんと出てきます。そして新しいスタートを切っていけるっていうのがありますね。周りの状況がすごく良いので、自分の中で何を優先させていくのかっていうところ、かなりこのお気持ちっていうところで揺れているところや、自分の中での区切りってところがはっきりと出てくるんじゃないかと思いました。手放すことは今不要になったお気持ち、手放せなくなっていたもの、本当はよく考えるともう未来には必要ないと思っている気持ちを手放して、今新しく湧き上がってきたお気持ちも取り入れていくんじゃないかなと出てきています。はい、で年内起こることもやっぱり気持ちの整理かなっていうのがあります。もう現在新しい始まりっていうのが出てきているので、新しい自分の世界を作り上げていくためにもっていうところがテーマになってきそうです。ではメッセージをいただいていきます。将来の自分の姿を知りたければ今の自分を点検することです。そろそろ相手の気持ちを汲み取るチャンスです。はい、相手のことを考える機会がやってきています。相手がどんな風な思いでいるのか知っていきましょう。そして未来の自分の姿を知るためにも今の自分をチェックしてください。そうですね、やっぱり気持ちの整理ってところにつながってくるのかなと思います。あなたの今のお気持ちがシンプルになっていくと、周りからもたらされるものも豊かなものが入ってくるので、より良い自分となって来年過ごしていけそうです。ではお選びいただいたカードからメッセージをいただいていきます。こちらは蟹座のカードで安全を表しています。でも安全圏内から抜け出す時なんじゃないかな。新しく湧き上がってくるものが出てきているので、それを受け止めて新しい自分になるために今殻を打ち破る時なんじゃないかと思います。そのためにも今の自分の心の状態や心身のバランスっていうのをチェックすること、自分の環境をよく見ることだったり、そしてお相手が関わる場合、誰か対人関係が関わってくる場合は、相手の気持ちをあなたが汲み取っていくチャンスがやってきています。それによって掴み取るものもあるでしょう。はい、8番の方はかなり今ご自身のお気持ちっていうところにフォーカスが当たっていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。